はい、皆さんこんにちは、ファラムです。今日のファラムチャンネルはですね、ちょっと今までと変わってですね、勉強会形式ということで進めていきたいと思います。今日のですね、テーマはこの三国医師というですね、三国ユサと韓国語では言いますけども、三国医師について、この本をですね、文献に触れながら、そして進めていきたいと思います。で、まずですね、この三国維持にあたって、まずこの背景とかですね、それからこの著者についてまず話していきたいと思います。このチャンネルはですね、韓国にまつわる歴史や文化について解説、それから韓国の歴史にまつわるですね、観光地などを配信しております。最後までお付き合いをお願いいたします。でこの著者はですね、1年という人が書いたと言われているんですけども、この1年という人はですね、1206年から1289年の間にですね、生きた、まさにですね、この高麗時代の激動の時代に生きた人なんですね。激動というのは何かと言いますと、この時代はですね、一番この高麗、朝鮮半島においてもですね、大変なこの区域のですね、時代でもあったんですね。高麗時代が475年間続いたんですけども、この3分の1がですね、なんとこの元からの支配、元からの干渉によってさまざまなですね、文化的な危機にさらされていった時期でもあるというわけですね。6回ですね、こういった侵略を受けながらですね、そして、こういったこの期間において、さまざまなですね、試練を迎えていったんですけども、そんな時にですね、チュンヨル王というですね、日本語で忠烈王という王様がですね、この1年にですね、あなたがこの朝鮮の歴史をですねまとめてですね、そして本にしなさいというような命令が下ったわけです。でこの1年という人はですね、僧侶、韓国、朝鮮ではですね、この僧侶一番のですね位の高い、国師というですね、位が与えられた、そんな僧侶であったわけですね。で彼がこの本を執筆するにあたってですね、昔から彼が幼い時からですね、言い伝えを聞いたりとか勉強したものをですね、全て相対しこのまとめてですね、そして本にしたのがこの三国医師ということですね。この医という字はですね、この医師とか医師を継ぐというような意味合いがありますけども、後世にですね、こういったものを残していくというようなところで、韓国の神話だったり説話だったりとかですね、それからこのヒャンガというですね、日本で言えばこういった詩歌みたいなものをですね、まとめて、そして仏教的な文化的なそういったものをですね全て取り入れながらまとめたのがこの三国一ということですね。でですね、この本ができたのがですね、因学差というところでできたわけなんですけども、そういうことの背景にあってですね、国の存亡をかけたそういった事業でもあったという背景をまずは理解するということが必要かなというふうに思います。この本の中ではですね、5巻ですね、5巻2345ですね、5巻が一つになってですね、そして、まとまっているわけなんですけども、大体大きくまとめてですね、3つ、一つのテーマとして、この整理されているわけですね。一つが王暦というですね、今日話す、この古代史を含めてですね、まとまっているもの、それから紀伊というですね、三国時代を含めた、そういった内容ですね。それから最後に、この仏教文化史みたいなものをですね、まとめたものという形でですね、3つこのようにして、まとまっているというところをまず押さえていただきたいと思います。ではですね、こういったこの本ですね、本に、漢字がこのようにですね、漢字というかですね、原本が載っててですね、そして次にこの韓国語が載っていまして、今日はですね、韓国語もちょっと触れながらですね、触れるという意味合いも含めてですね、私は韓国語で読んで、そして日本語で訳していくというような形式をとっていきたいと思います。
末巻にはですね、こういった原本がですね、載っているんですけども、解説ではですね、チュンジョンのですね7年の時ですね、1517年に、この本がですね、刊行されたというところで、ソウル大学の규정学に、収められているということであります。題はですね、古朝鮮、古い朝鮮と題して、そして括弧の中にですね、王権朝鮮というようなところで書いています。韓国で왕권 조선ですね。위서에는 지금으로부터 2000년 전에 당군 왕권이 토브르 아사달에 정하고 나라를 여러 조선이라고 불렀는데 고와 요와 같은 때이었다라고 하였고 고기 이때는 다음과 같은 글이 있다라고内容ですね。義書というですね、義書は義という書には今から2000年前に単軍王権ですね、この単軍王権がですね、この都東部都ですね、都をアサダルというところに定めたというようなところで、そこを国をですね開いて朝鮮と言ったということが書かれていますね。アサダルというのは後でまた出てきますけども、これはこの日の光が当たるところというところで、朝鮮もこの漢字がですね、朝の鮮やかなという意味が含まれていますから、そういうところをこの首都としてですね、収めたというところで、この解説には平壌という、後で出てきますけども、平壌村というところがですね、この朝鮮を首都として治めたところというふうに出ています。옛날에 환인, 소자, 환운이 천하에 자주 뜻을 두고 인간 세상을 담아여 구하였다というなっていますね。昔ですね、환인というですね、天のこの神がですね、天の神がこれ환인となっていますけども、ソジャというのをここで解説ではですね、たくさんの子供たちと書いていますね。환은今度は子供ですね。子供が天下っていうのはこの世界ですね、世界を何かですね、自分の御心を何か実現したいというところで、この人間の世界をですねよくよく見つめていたというわけですね。で、아버지가 아들의 뜻을 알고 삼위 태백을 내려다보니 인간 세상 논리 이롭게 할 만하여 이에 아들에게 천부인 세 개를 주어 가서 다스리게 하였다というんですね。ここはですね、お父さんのハニンがこの息子がこの本人のですね御心を実現させるためにですね、テベクというですね、この解説ではテベクというところのテベク山というところですね、ここは明華山というね山があるんですけども、そこがそのテベク山というところに解説に載っています。そこをネロダボダっていうのをこの見つめているわけですね。인간 세상、この人間の世界を何かですね、良くしたいと、ここがですねよく言われるこの公益人間ですね、本因願というですね公益人間、いわゆるですね人々を幸せにすると、人々に利益をもたらすというような内容で、この単軍神話ですね、一番のこの哲学として、よく強調されるところでもあります。そういったところで、人間に幸せをもたらすという意味で子供をですね、このチョンブインというですね、印ですね、天の印、ここではですね解説ではいろんな意味で解釈ができるんですけども、チェナムソンというですね学者の方が言われるのは鏡とですね、剣と、それから何か冠とかですね、そして太鼓だったりとかですね、そういったものが含まれているんではないかというところで、こういう意味ではですね三種の神器に通じるようなですね内容でもあるのかなというふうに思われたりしますね。
전部院ですね、添付院ですね、添付院を3つですね与えて、そして収めるようにしたと。で환웅이 무리 3,000명을 거느리고 태백산 천상의 신단수 아래에 내려와 이곳을 신시라고 부르고 이분을 환웅천왕으로 불렀다ですね。환웅ですね。この子供が3000人をですね、引き入れて、そして、태백산ですね、태백山の山ですね、この山の頂上にこの診断樹、日本語では診断樹ですね、木、神の、木というんですかね、そこの下に、降りてきてですね、そこを、神子神の位置と漢字で書きますけども、そこを神の位置としてですね、そして、自分自身を、환웅천왕ですね、ここは天の王というですね、환웅천天皇という天王というですねことで、呼んだということですね。そして、품백 우사 은사를 거느리고 곡식 셈면 질병 현벌 선악을 맡아서 관장하고 인간 세상에 관한 360여 가지 일을 관장하면서 세상의 몸으로 다스리며 교화하였다というですね。ここではこの품백風ですね。風、そしてウサというのは雨の家臣ですかね。運サというのは雲の家臣ですね。こういった部下を3人ですね、連れていくというところですね。そして穀物とか命、それから질병、病とか刑罰、それから善と悪というもの全てを治めていくね。そういった人間の世界にですね必要なものを携えてですね、そして収めていくと。で360のですね、仕事っていうんですかね、ものを収めながらですね、そして、この世界を、統治していくというような内容になっているわけですね。360日というですね、この1年がですねそうなっていますが、そういう意味があるんではないかとも書いてありますね。で一定、ここからですね、有名なところですね。곰 한 마리와 봄 한 마리가 같은 글에서 살았는데 늘 신령스러운 환웅에게 편하여 사람이 되게 해달라고 불렀다んですね。곰というのはこれは熊ですね。熊とそして、この虎ですね。虎が一緒のその来るというのはその洞窟ですね。洞窟の中に一緒に住んでいたと。そして、このファヌンですね。ファヌン、天の神にですね、お願いするわけですね。人間になりたいということをお願いしたらですね、いて死に영변스러운 쓱 한 줌과 마늘을 20적을 주면서 이르기를 너희들이 이것을 먹고 100일 동안 햇빛을 보지 않으면 그 사람이 모양이 될 수 있음이라고 하였다というんですね。ですからよもぎですね。よもぎを一握りと、そして、ニンニク、マヌルというのはニンニクという意味ですけども、ニンニクを20個ですね与えながら、これだけで、ね、食べながらですね、そして、ここから出ないでですね、長い間ですね、この100日ですね、100日とは100日の間ですね、太陽の光を見ないでいなさいと言ったわけですね。콩과 폼은 이것을 받아서 먹고 금기한 지 20일 만에 콩은 여자의 몸이 되었으나 폼은 금기하지 못해서 사람의 몸이 되지 못하였다んですね。ですから熊はですね、その通り守ってですね、21日に人の、女性の体になったっていうんですけども、虎はですねここを破ってですね、そして人間になることができなかったということですね。여자가 된 곰은 더불어 혼이 나를 상대가 없으므로 매번 단수、さっきのですね診断書ですね、あれそ아이를 인대하여 해달라고 빌었다んですね。ですからこの女性になった、熊がですね、なんと自分がね、子供がいないから、子供が欲しいということで、このさっきのハヌンがですね降りてきたその木の下でですね、妊娠するようにですね祈ったっていうわけですね。ハヌン이에잠시사람으로 변하여
그와 혼인하여 그가 잉태하여 아들을 낳았으니 이름을 당근 왕콤이라고 한다. ですね。ここでですね、ハヌンがですね、ここで降りてきて、そしてこの女性、熊の女性とですね、結婚することによって、ようやくですね、この、単軍王権ですね、王権という、子供が生まれたということです。왕kom은 여임금이 왕기 오십년대는 경인 평양성에 도구를 하고 비로소 조선이라고 불렀다んですね。ですからようやくですね、この50年になってですね、なるその京陰というですね都市に、平壌というね城、ここがですね、ソギョンと書いています、盛況と書いていますけれども、今の平壌としてですね、ここの辺りに、朝鮮という、一つの、都市をですね作ったというところですね。또 도읍을 백각산 아사달로 옮겼는데 그것을 또는 큰 홀산 또는 금미달이라고도 부르니 1,500년 동안 나라를 다스렸다んですね。ここでですね、백악산とかですね、アサダルとかそこにですね、移ったりするんですけども、さっき言ったこのアサダルというところがですね、ここではこの解説ではですね、朝ダルのタルというのはこの太陽の陽という意味でですね、朝の光の、土地であるというふうに解釈も載っています。朝ダルに、移ったりですねしたというところで、最終的には1500年間ですねこの国を、治めたということなんですね。주나라 무왕의 왕위에 오른 기묘의 기자를 조선에 봉하니 당군이 이에 전당경으로 옮겼다가 뒤에 돌아와 아사달에 숨어서 산신이 되었으니 나이가 1.908세였다んですね。ここでですね、州のですね武王が王様になった時にですね、この記者という人をこの朝鮮に送ってですね、そして単軍はですねこの自分自身がこのアサダルに隠れてっていうのがそのここにですね定着して、そして三神ですね、山の神になって、そして1908歳まで生きたというふうに載っています。단나라 배구 전에 고려는 원래 고죽국으로 주나라가 기자를 봉해 조선이라고 하였다. 한나라 때에 나누어 상군으로 두어 현도 난란 대반이라고 이른다라고 하였다. ですね。唐のね、時に백전というですね、には、公領と書いてます。これは国領のことですね。国領は本来はですね、古属国というですね、国の州がですね、州の国が記者をですね、さっきの記者ですね、朝鮮記者を送ってですね、朝鮮と言ったというふうにも書かれているというところですね。で漢のね時代においてはですね、三軍を置いてですね、元と落老、そして大宝ですね、を置いたというふうな記録が残っています。以上がですね、この古朝鮮のですね、記事なんですけども、漢文にするとですね、本当に短い部分で、コンパクトにですね、まとまってはいるんですけども、これがですね、要するにこの古朝鮮のですね一つの、単軍神話というですね、内容の、この三国遊佐にですね維持に載っている内容であります。で、この黒人その他ですね、岡正夫氏によるとですね、かなりですねこの日本神話とですね、共通する部分があるというところで、例えばその天孫降臨の時にはですね、ご子族と言われるですね5つの友のをですね、従えて、そして降臨してくるというですね、雨の小屋の御事、太玉の御事、雨のうずめの御事、石こりど目の御事
玉の親の御子と合わせて「糸り5つの友のを分かち加えて天下し」というですね、古事記にですね載っているようにですね、そういう意味ではかなりですね、共通する部分があって、父権的氏氏族的支配者文化という意味ではですね、かなり、同型のですね、そういった神話ではないかというふうに予想されている部分もあるんですね。それからあとはアルタイ系支配者という部分においてはですね、先ほどその、何かをこう引き入れてですね、雨の家臣とかですね、風の家臣とかですね、そういったところにおいてはですね、軍隊的に組織された侵略的な種族は渡来し、先順定着的な農耕民を征服し国を建てて王朝を樹立したというですね、三種の先ほど言ったですね、三種の神器、日本神話のですね三種の神器、八坂の勾玉とですね、それから鏡、草薙の剣といったですね三種の神器、先ほどのこの三色の神ですね、風の神とかですね、雨の神とか雲の神というものを引き入れたというところにおいてはですね、同型ではないかというふうに予想をしています。それからですね、先ほどこの診断樹というですね内容がありましたけども、こういった韓国の神話というですね本の中にですね、写真がこのようにあるんですけども、ここにはですね、漢和道のねマニ山のね頂上に、こういったですね単群を採取する、そういった場所であったということで、言われているわけですね。こういったこの韓国の神話のですね、一番の元になるですね、この朝鮮ですね、そして単群神話という内容を、今日はですねこの文献をですね、この読みながら解説をいたしました。何かしらのですね韓国そして朝鮮の歴史を理解するにあたってですね、この文献を紐解くということも、これからですね続けてしていきたいと思いますので、今後ともですねぜひよろしくご視聴をお願いいたしていきたいと思います。今日はですね、この朝鮮ですね単群神話そして三国維持について解説をいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。